はい、それではですね、次の話は、80%、8割の人が、書いてしまうミスっていう話しましょうか。ミスとは。この 80% っていうのは、適当です。90% なんじゃないかな、本当は。99% かもわかんない。そう、8割のツイートは個人的に痺れた。そうだよね。そうなんだよ。みんなね、ミスするポイントっていうのは、ミスっていうのもちょっと、定義にもよりますけど、同じです、はっきり言って。同じです。ではみんな書けないんですよ。書けないポイントって決まってるんですよ、実は。もう絶対的にみんな書けないポイントその1、全体が見れない。全体が見れない。その2、なんだ顔の、同じなんですけどね、これ。顔の左右が書けない。これ同じです。実は、全体が見れないから結局顔の左右のバランスが悪いと。ね。その3、目の立体感。これも同じなんですけど、結局全部これなんです。だから、実は。目の立体。その4、髪の毛のギザギザとかね。実は、このツイートで言ってた要素は全て実は同じです。全体が見れない。全体の中の一本として全ての線を引かなければ絵にならないです。これが8割の人できないんですよ。9割、下手したら 99% の人が、下手したら 99% ぐらいの人ができない。全体の中の一本として全ての線を引くことがみんなできないんですよ。なぜかというと、簡単に言うと細かいとこばっかり見ちゃう。例えば、ここで、適当にキャラクターを描いてみますよ。適当にこんな感じでね。もうこの時点で今ちょっとね、デジタル2だから、ちょっと今ね、YouTube の人は分かりにくいかもしれないけど、この時点で目線がこうなっちゃってるのみんな。分かります？目描くとき両目描くの難しいんだよ。こう目がズームされちゃうって、で、次ここでさ、頑張ってこうやってこういう風に描くとさ、これどうやってもうまく描けないの。ね。だから、こっち目、こっちの方がいいんだけどね。僕こっちから描きます、実は。こっちから描いた方が合わせやすかったりします。ね。こっちの目を描いてるときに、こっちの目を描いてるときに、実はどういうことを意識するかっていうと、この時は、この頭のこの位置、顎の位置、おでこの位置、この輪郭に対してのこの目の位置ってことを考えるんですよ。このこの頭の輪郭の中で、真ん中ってどこだかわかります？要するに、ちょっと斜め側だとしたら、この目が、どちらかというと次の真ん中になりうる要素なんですよ。この目が。輪郭描きます。真ん中の、要するに横顔だとこの目が真ん中なんですよ。どっちかっていうと。もちろん、ちょっとこういう目もありますよ。こういう目も。こういう目もありますよ。このぐらい輪郭が抽象度が高いといろんな顔描けますね。こうもなりますね。ほら。面白いでしょ？要するに目次第で何とでもなるってことです。ほら。どこまで描けるかな。こういうのもあるね。このぐらいの輪郭だったら、なんぼでもいけそうですね。こんなのもいく？こんなとか。こういうのもあるね。ほら。今日はいくらでもいけるんですよ。簡単に言うと、どのように僕が書いてるかっていうと、全体。さっき言ってた全体がなんでみんな書けないかっていうと、全体でしょ？もう次、もう有無も言わさず中。
これだと目、中、さらに、その中間になるであろう、この髪の毛の生え際だったり、耳だったり、こっちの目も実はこの真ん中だったりする。真ん中っていうのは、半分に切ってやった時の分割したここだったりする。わかるかな？要するに全体、中って切ってんの、僕。必ず絵描くとき。言ってる意味わかる？全体、切って、この十字のどこかに目が来ると。おそらくここら辺のどこかにこのもう片方の目が来ると。そしたらおのずとこの片目が決まったらもう片目はこっちに来るってのが決まり、そしたらもう耳の位置も決まる、もう顔の向きが変わる、が決まる、生え際が決まる、鼻の位置が決まる、口の位置が決まるみたいに、片目決めることによって全部決めてるんですよ、実は。そんなことやってます。で、これは、ある程度書き慣れてるからそんなことなんか変なことできるんでしょっていうふうに、思うでしょうが、実はこれが全体を見るときの、工夫でもあったりします。皆さんほとんどの人が全体を見れないっていうのはなんでかっていうと、一箇所見てるときはもう別のとこも見てないんですよ、みんな。そう。わかります？目描いてるときは目描いてるときで、例えばこうデジタルツールでいくと、皆さん目描いてるときはもう、こう寄っちゃってですね、こう寄っちゃって、なんかこう始まるんですよ。こうちょこちょこ頑張ってね。で、なんかこっちもなんかこうやっときはね、もうこうなってこう頑張るんですよ。なんか俺はね、俺だってね、絶対うまく描けないです、これ。こんな風にサイズにしてね、描いて、こう耳とかもね、こうなんか中の複雑なこう線とかさ、こんな寄ってやっちゃったりするじゃないですか。これ絶対バランス悪くなりますから、これ。そんな悪くなかったりするのね。耳と顔のバランス悪いみたいなね。で、髪の毛、こうすごい頑張ったシャリシャリシャリ、こうね、頑張ったここはなんか書いて、ここだけ見て、こう綺麗に線がなるように頑張ったりするの。そう。そうすると、こう引いたときなんだこれってなるね。なんかみんなの絵っぽくなってきた、だんだんちょっと。僕の添削結果見ると、ある塾生さんよりはちょっとラフいかもしれないですね。いっぱいその添削しなきゃいけないっていうのもあるから、塾生ほどは時間をかけてないよ、正直ね。なんだけれど、なんか、一本の線が支配力、僕の絵って、皆さん思いませんか？ちょっと添削結果、ちょっと過去点とか見てください。一本の線が支配するであろう空間、一本の支配力が高いなってちょっと、自分で言うのもちょっとなんですが、ちょっと高いなと思うでしょ、その、添削結果と。要するに、全体を見ながら一本一本引いてるんですよ、マジで。ラフなんですよ、僕の絵は。ラフなんですけど、一本一本絶対に、バランスを見ながら描いているっていう差が多分皆さんとあるんです。だから、こんな耳とこんな目ってことはやんないわけです、絶対。もう目と耳のバランスは悪いみたいなね。ならないように、ならないように、というかね、皆さんね、あと、目の立体感っていう話もちょっと多少する。目の立体感を帯にするといいですよ。ちょっとじゃあ、難しい角度で調整してみますか。帯。こんな感じで帯。で、片方の目は、こう箱。で、この目が奥に行くと、このように回り込んでるわけです。ね。こんな感じで最初描くと楽なんじゃない？みんな。で、そこに、ここが難しいポイントです。目の角が要するに画数、僕よく画数って言うじゃないですか。だって1、2ってあるとします。その場合に、この山が、この山が、ここら辺に来ますよね。この山が、よくみんな考えがちなんですけど、こっちにこう来ると思ってんだよね。わかる？こう。だって山ここだからさ。全体の中のここなんだから、ここに来るはずじゃないってこう思うわけよね。こうすると実はね、目がね、平面的になっちゃうんですよ。これ違います、実は。発想が。わかるよ、みんな。これは違うよ。違います。
実は、この山の部分が、どこに来るかというと、この山の部分ね。が、回り込んでることによって、こっちに来ます、こっち。もっと奥に行くんだよ。それそうだよね。回り込んでんだもん。わかります？回り込みってどういうことかっていう。ものが、例えばですよ。これを3分割しますよ。回り込んでるから、ちょっとこのようにちょっと奥に行くに従ってちょっと詰まってることにしましょう。これ、1、2、3、ね。それが同じように奥に回り込んだら、奥に向かってどんどん詰まるはずなんですよ、ものがね。そうだよね。ってことは、ここにあるこういうものは、わかります？最初のこの部分っていうのが、ここまで来なきゃいけないわけだ。そうだよね、ここだもん。で、こうなんだよ。最初のこの部分が思ったより長いの、この部分が。もう一回言いますよ。この部分ってのが、こっちだとこっちまで来る。思ったより奥まで行かなきゃ立体感が出ないんですよ。回り込みの部分が。ここが長いってこと。そこが実は立体感を出すポイントです。で、ちょっと寄り目に、その分になります。にしないと、要するにこういう目があって、それと平面的にこういう目があって、同じ平面上の何かが、要するに左右反転した平面上のものが来るんじゃなくて、こういうものがあったとしたら、奥にはこういう目になるってことだ。ここがこの三角形の形が変わるってことですよね。回り込んでる分の立体変化があるってことです。わかりましたか？その分がね、立体感、目の立体感の話です。よし、そんなところで、ちょっと顔の話でね、結構もう説明割としちゃったと思うんですけど、ここら辺で無料の枠は終わりましょう。とりあえず次は全身の話します。では、無料の方はここまでです。お疲れ様でした。はい、じゃあ全身の話しますよ。